おはようございます。今日は毎年恒例の真夏の三島湖さんに来てます。連日猛暑、いや酷暑が続いておりまして、日本でも群馬あたりで最高気温 41. 点何度なんていうね、記録的酷暑に見舞われている日本でございますけれども、そんな中ヘラブナ釣り業界明るいニュースがございます。先日ダイワさんの公式の YouTube で動画に上がっておりましたけれども、ダイワさんから新製品が登場いたします。その名もヘラ T。 もうね、白銀の素晴らしい竿に仕上がっているような感覚をね、プロモーションを見てて思ったんですけれども、本日はそのヘラ T を発売前にですね、先んじて使わさせていただいて、ちょっと僕なりのレビューをしていこうかなと思うんですけれども、僕だけでは力不足なので、ダイワの生井沢聡テスターをお呼びいたしまして、ちょっとヘラ T のご説明を僕たちのチャンネルなりにご説明をいただこうかなと思っております。それではお呼びをいたしましょう。生井沢さん、よろしくお願いいたします。お邪魔します。とんでもございません。お邪魔します。毎度。また毎度ありがとうございます。お邪魔します。発売は9月の中旬ぐらいになると思うんですけど、ダイワの公式で、この間プロモーションビデオ、動画があって、で今回、それのすぐ後ですね、まだね。本当です。ありがとうございます。逆にね、金谷さんに、ヘラ T の、感想を、率直に言ってもらった方が、もうヘラ師の皆さんに、分かりやすいのかなと。逆に公式では話せない今回マル秘ネタも、金谷長江遊戯録の、目玉として今回、マル秘の話も持ってきました。わかりました、ありがとうございます。それではこのヘラ T、素晴らしい竿に仕上がっていると思うので、ぜひ今回も生井沢さんと2人で楽しんでレビューをしていこうと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは暑い中ですけど、暑いね、よろしくお願いします。お願いします。それでは生井沢さん、釣りを始める前に、今回のヘラ T の説明をざっくりとお話しいただいてもよろしいですか。じゃあ簡単にちょっとヘラ T の、内容をご説明しますね。今回のヘラ T、8尺、8.5 尺、9.5 尺。この短いところの3アイテムは、メガトップ継ぎ穂先っていう、ソリッドとチューブラをつないだ穂先がついてます。そして8尺は3継ぎなんですけど、この 8.5、9.5 っていうのが今回の一つのまたツボで4継ぎになってます。で、長くなると11尺、12尺、13尺、15、16、18とあります。で、そのアイテムは、水切れの良い 0.9 の細系チューブラっていう、穂先が、チューブラの穂先がついてます。で、11尺って言いましたけど、今日金谷さんにまずは11尺使ってもらおうと思ってるんですけど、11尺が3本継ぎなんです。だから普通だったら並びでいくと8が3本継ぎ、8.5 が4本継ぎで、 9.5 が4本継ぎで、11尺も4本継ぎって言いたいんですけど3本継ぎなんです。でも今回のこのヘラ T っていうのは各尺ごとに個性、竿の調子なんかも違うんで、あえて逆を取ってるんですね。そんな竿だと思っていただければいいと思います。もう巷では、ダイワさんからトーナメントモデルの竿が出たぞというふうに噂されてますけど、やっぱトーナメントにもすごく使いやすい竿になってるんですかね。そうですね。いわゆる競技、トーナメントだったり、例会だったり。で、今回、通常であればダイワは、トーナメントモデルでつけると思うんですけど、あえて今回トーナメントモデルとつけてないんです。なんでかっていうと、ヘラブナと競い合ってもらう。だからヘラブナ釣りをスピーディーに速い速度でやっていただきたい。振り込みだったり取り込みだったり。で、そういう意味の競うっていう意味の、竿になってるんだと思います。この竿に関しては、公式先上司になるんですか。そうですね。公式といっても、さっき、マル秘っていう話があったんですけど、ここでも話しちゃいますと、6年前になりますかね、ヘラ S っていう竿が
6年前に出てると思います。で、そこに、ちょっと、一つ枝が出て、F スペックって覚えてます？覚えてます。はい。F スペックっていうのが8尺9尺って出たと思います。で、その時に、うちの内水面のヘラ担当の前山もそうですし、僕もそうですし、それ出た時に、なんでこの竿もうちょっと長いとこがなかったのってすごい人に言っていただいたんですよ。で、その時は、やっぱり短尺、トーナメントモデルだったんで、短尺っていうのを、担当の前山の方もイメージして8、9に絞ったと思うんですね。で、その時に、やっぱなんでなかったの、長いとこなかったのっていう言葉が、多かったんで、その時から前山さんは、長いとこまでやればよかったなっていう後悔があったと思うんですよ。で、それを、6年間、ずっと温めてきて、で、今回はその F スペックの後継機種ではないんですけど、F スペックの思いも入った竿になってます。で、当然ね、5年って月が経ってるんで、F スペックよりもさらに、特化したというか、絞り込んだような竿になってると思うんですね。で、今回はそこのとこの悔しさを踏まえて18までになってるんです。今回ね、この一つミソがあって、はい。8.5、9.5、4継ぎになると、普通ガチガチになるんですよ。はい。でも、そこで、先日、金谷さんにも使っていただいたというか、もう購入していただいた、荒法師無点。はい。小継ぎでありながら、ソフト感。で、今回のこの 8.5、9.5 も、公式先上司なんですけど、4継ぎなのに硬くない。ガチガチではない。きちっと R が出て、まして、細ハリスでもハリス飛ばないんですよ、これ。なんかイメージ的に、僕、荒法師の8尺と10尺も持ってるんですけど、はい、多分全然、ヘラティーノが柔らかいですね。イメージが、はい、竿自体が、無点っていうのは、大きく R をギュッと出して魚を上げてくる。はい、で、逆に言えば、手引きすると、やっぱ竿がきれいに R を描いてしまう。でも、この竿は逆に手引きをして、竿の手の力で、あとでヘラに主導権を与えない。うん、だから、本当に個性が違うと思うんですね。違いますね。はい。だから本当にこの、ヘラティっていうのは、朝棚から、提灯まで。それこそ僕なんか今回この竿まだ冬、まだ使ってないんですけど、冬のテストの時に 8.5、9.5 の段底とか。へー。で使うと、またこの竿の、良さが分かってもらえるのかなと思います。ありがとうございます。はい、今、色塗りの話が出ましたけど、はい、デザインもだいぶ変わりましたね、F スペックから。そうですね。今回、先ほどね、穂先の話はしましたけど、今回、グリップも、新食感ヘラグリップ。で、なおかつ、尺数ごとにグリップ形状も違うんですね。本当にこの竿っていうのは、8尺から18まで、9アイテムあるんですけど、もう、その9アイテム全てが個性が違うって思ってもらっていいと思います。逆に今回のこのヘラティっていうのは、多分好き嫌いもあると思います、尺によって。俺は 8.5 が好きだけど、8は嫌いだなって人いるかもしれない。でもそういう方が、そういう思いを持ってもらってもいいと思うんですね。はい。そんな竿になってると思います。本当に台湾はね、ものづくりを一生懸命やる。ものづくりの会社。で、竿に関しては、設計メンバーはもう職人って言ってもいいと思います。そんな職人魂を持った設計メンバーが作り上げた竿なんで、本当にね、使ってもらえれば嬉しいですし、今日ね、金谷さんに使ってもらって率直な意見を逆に教えてください。はい。はい。そういたしましたらば、ちょっと実調に移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日の生絵図は珍しくというか、動画では初めてなのかな。はい、基本、両団子が好きなんで、両団子しかやらないイメージがあると思うんですよ。はい、今回初めて真夏なんで、とろろのセット釣り、いわゆるヒゲセットをやってみます。よろしくお願いいたします。はい、セッティング今ね、ヘラティーノ 9.5 竿は。
で道糸は、棚ぼけしない道糸の 1.2 号。それでハリスの方は上張りが、15センチで、針は、パーマルチの8号で08。で食わせは、段差が8センチで、ハリスが06で針は6号つけてます。これ最初これジャミですか？もう早速。今すごいねこう触ってるのは今ねちょっとね浮きのとこに及川がいるんで及川も触ってますよね。今少しプラで餌打ちしてたじゃないですか、はい、今日の状況どうですか三島の。やっぱね正直ここのとこの、はい、やっぱり異常な暑さ、はい、それとちょうど、ね、今田んぼにこう水を使う最後の時期なのかな、はい、1日、巴の和人さんに聞いたら1日20センチぐらい減水するとすごい言ってたんで、多分その減水もねこうちょっと良くないのかなとは思いますよね。まあ、ただここ水位があるとこなんで、まあ、餌を打ってれば必ず三島湖当たってくるんで、今もねいい感じにこうしっかり今ハリスも張ってるんで、あとはもうとろろさんを間違えてスポッと吸ってくれれば。野釣りのヒゲセット、はい、とろろセットで、まあ管理釣り場と違ってこう気をつけるべき点とかこうした方がいいよっていう点ってあるんですか？管理釣り場の時は基本的に自分は上バリスはもう12センチから入って、はい、まあ8とか、まあでも基本的には8から始めることが多いかな。だけど野釣りの時にはどうしてもやっぱりこう団子バラ毛をこうヘラに少し追わせてあげたいんで15センチから少し長めから入るんですよ。はい、で浮きの動きを見ながら短くしていく。じゃあ最初長いところからスタートして、はい、まあ浮きの動きで短くしていく、はい、短くしていくパターンですね。はい、釣れそうですね。今ねいい感じに触りも出てるでしょ。いい感じだ、触ってる。あんまり余計な動きが多くなってきたらハリスを詰めていけばいいだけなんで、はい、おおいい鳥だ。おおいい当たり。釣れちゃいますよこれ。ねえ。ハリスを何センチから何センチに今短くしたんですか？今15から10にしました。上をですよね。うん、上を。やっぱりこの上のハリスを少し詰めたっていうのは今こう理由としては煽りがある割には当たんなかったじゃないですか。はい、でハリスを短くすればその分煽りも減るんで、はい、やっぱ上と下のハリスが近いから、はい、煽られる確率も高くなる。そういうことです。2倍になっちゃいますからね。はい、あで今同じバラ毛をつけてもハリスを短くしたらやっぱ入りが早いから、早いですね。そう馴染みも多くなったでしょ。すごいな、浮きにちっちゃい小魚が当たっちゃって。あんだけ触ってたのに、はい、こんだけ煽らなくなりましたもんね、浮きがね。そうですね。うん。おいい当たり。言ってた通りだったんだけどな。理想の当たりだったんだけど。本当にハリスを数センチ変えるだけで全然違いますね。そう、本当にだからこういうのは面白い釣りですよね。もう接近戦でもこんだけ違うんですもんね。そう。逆にね、接近戦だからこそ
このぐらい変わるのかもしれないですよね。あー細かいのが、ミリ単位で変わっちゃうんですね。うわナイスです。いい当たり。もう言ったそばから釣っちゃうっていう、さすがでございます。この見てください、この曲がり。でやっぱ魚がはいまあこうやっぱ魚に主導権を与えないっていうの竿がはい。きっちりこう手で引けば上がってくる。ちょっと小ぶりだったね。言ってるほどの魚じゃなかったけどいえいえ、さすがでございます。釣れましたなんとか。はい。ちょっとお見せいただいてもいいですか、三島湖の。これねちっちゃいよね。まあ何年か前の放流ベラですね。ね。いやでも素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございました。でも多分これ11振ってから、はいこの 9.5 とか振ると、はい。すげえ硬く感じるよ。硬くというかなんか硬く感じるかなやっぱり。今回ねその11が一番俺は好き。あ、そうですか。柔らかいちょっとふわっとした感じがあるけど強いみたいな、ふわ強いみたいな竿なんだよね11は。ヘラティーンの中で11が一番好き僕は。あ、じゃあ結構いい。まあ三継ぎだけどやっぱりしっかりと。そうなかなか三継ぎでそんだけしっかりした竿ってないのよ。ああ、なるほどね。柔らかくないですもんね。全然そうまあでも柔らかくないと言ってもそれでも柔軟性は結構あるんで。ある。そうだからそれを4継ぎにしちゃうとはい。逆にこう硬さばっかり出ちゃうっていうの。あだからなんていうのかな、3継ぎにしてあ。はい。硬い竿なんだけど柔らかく見せるっていうの。へえ。あ、それがこう実現されてるんですね。そう今回11は。さすがでございます。やったり当たってきましたね。これが三島湖のヘラであ、す。本当ですか。はいひげにちゃんと切ってますね。よかったね。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと見せていただいてよろしいですか。さっきのヘラはもう隠してほしいぐらいですね。三島湖のヘラブナです。これじゃまだちっちゃい方なんですけどね。それでは名前田さん、はい、僕もちょっと11尺はい、提灯ということで遊ばせていただきます。今回の生江座の一番おすすめは11、3継ぎなんで。やめてくださいよ、もうそういう風にプレッシャーかける。一番おすすめ。本当に振った感覚と釣った感覚があっと思う竿が11。はい。でその次にねやっぱりねこの 8.5、9.5 っていうのはああ。はい。じゃあちょっと遊ばせていただきます。ヘラティ。ぜひぜひ。ヘラティ。ヘラ V とか、はいヘラ R とかヘラ T とか、はい。その英語の頭文字って何を意味するんですか？これまあいわゆる横文字系ですよね。はい。っていうのはケミカル系の竿はい。はそういう表示になってるんですよ。ああ、なるほど。はい。じゃあ別にそのでなんか意味があるわけではないんですか？はい。T とかっていうのはなんかよくわかんないんだけど会社がつけてます勝手に。こうなんていうの竿のなんだっけな名前というよりも、なんか竿のそのアイテムのあれがあるのね、分けるあれが。ほう。その頭が T だったり R だったりするみたいなんですよね。そうなんですか。はい。まあ、僕的にはもう全然使ってもらっていいコメントなんですけど、はまあ正直 V だったり R だったり T だったり、い。はい。まあ僕自身が分かりにくいからだってねえそれは X だったりね。それは僕は何も言えないですよ。本当に。いやー釣れそうだぞ。もう釣れてくれていいぞ。
やった言った通り。言ったとありがとうございます。すいません。す釣れそうだなと思ったんが。いですよ。やいやいや、有言実行。さすがです。この曲がりをちょっと見てもらいましょう。三継ぎ11尺。綺麗でしょ綺麗ですう。ね。で、魚がはい本当にこう、ストレスなく手引きすれば上がってくるっていうのかな。今ぶっちゃけいなしてるんですよ。うん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 。ちょっと曲がりを今見せるために。全然引けます、正直。でしょ？全然。強いなで、三島湖の魚は引きは強い方だと思うんで、はで、い。結構この、まあ、いわゆるヒゲセット、はい。タンバリスじゃないですか。そうですね。で、ハリス切れも少ないんですよ、これ。面白いですね。でしょ？これ。だからこの11尺を使った後に 8.5 とか 9.5 を使うと、はいはいあ、性格が全然違うそうだなと思ってもらえると思うんですよね。ね。そうなんだ。うい、飲み込んでますね。いえら。ねありがとうございます。まあまあっすか。え。いいヘラですよ。まあかっこいいですね。皆さんこんないいヘラが釣れます。本当に。ね。三島湖のヘラってはい。肉厚ですよね。そうですね。うんでこうちょっとこう黒みがかっててかっこいいですね。ありがとう。それではちょっと午後の部に移りまして、はい。尺数を変更しました。はい。今僕は、11尺にはい。変えました。僕がさっき11尺使ってたんですけど、はいその時に生井田さんおっしゃってましたが、はい。 11尺がやっぱ一番好きな調子ですよね、生井田さん個人的に。そうですね。個人的には好きですね。はい。どういったところも好きなんですか、11尺。三継ぎ、まあ、11尺三継ぎ。ね、本当だともっとこう、もたつき感が出るんですけど、本来であれば。こう、ソフト感な一面もありながら、すごく竿がしっかりしてるんで、はい。本当にこう、浅い棚から、まあこういう提灯まで、万能な竿ですよね。三島湖だいぶ午後になって魚が浮いてきましたよね。そうですね。魚がね、活性がやっぱ上がってきましたよね。三島湖って基本的にどういう釣りなんですか？まあね、さすがこう、やっぱり棚が深いんで、僕は基本的に提灯をやることが多いんですけど、はい。本当にね、こう、それこそメーターぐらいの棚から、こうね、竿は、まあ、軟弱でもっていうのは変ですけど、はい。長沢の深中までできる、そういう湖ですよね。今なんかもね、やっぱ魚をこう、うまくいなしてくれる強さ。で、かといって、ね、魚をこう、まあ手引きって言い方変ですけど、手の力で、しっかりこう、リフトアップできる、そんな竿ですよね。一発で釣っちゃったじゃないですか。ね、いい当たりしましたね、今ね。まあ、今日の中ではまあまあ、そこまで大きくないけど、でも、キロ近いかっこいいですね。魚ですかっこいい魚。よね。キロ近いですね。はい。まあ、これが三島湖のアベレージって言ってもいいと思います。はい今の。はい。さすがです。それでは生井田さん、はい最後にはい。お互い短尺 9.5、8.5 にして、はい朝棚、はい。はい、もう本当にメーターちょっとぐらいですね。そうですね。はい、1メーター50センチぐらいの棚で最後に1枚はい。どうします？早掛けでもします？やりますか。たまには、まあね、提灯でね、もう十分釣れたからね。はい面白く。たまには。はい。じゃあすいません、生井田さんめちゃめちゃ今日釣ってるんですけど、そんなことないわ。僭越ながら最後にはい生井田さんと僕で早掛け、早掛け勝負。はい、勝負をさせていただければと思います。まあ、そういうなんかこう、二人の、はい。こそうう、遊びの演出みたいのが、またこのヘラティーノ。もう逆に、ね、なんかヘラティーに合わせてもらったみたいですいません。いやいや、でも生田さんすみません。僕ちょっと餌があんまりないので、はい頑張ります。はい。まあ、僕も、多分お互いもはいう残りわずかだもんね。じゃあすみませんが、はいよろしくお願いしいきます。ます。はい。いやー、なんか速攻釣られそうだな。
おお、いきなりちょっと待ってください合わせたよ。ちょっと待ってください。いきなり、今いきなりズバ消し。ズバ消し系でしたね。はい。ズバ消し。奈良さん、今回は半ベラでも OK ですよね。いや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 、いや僕今日あれよ、半ベラじゃないからね。はい、そうですよね。生井沢が好む美形じゃないっていうだけで。自分に合う美形じゃないってことですね。はい、違うわかりました。違うからはい。やっぱりねこうね納得の一枚だいから。やー、マジか。マジか。はい、あ、お、ほら美形です。いや、早えな。早っ。一等でさすがでございました。で、はい。一応ちょっと今食ってましたんで大丈夫です。はい、食ってたのと、はい、金谷さんに見せちゃいます。はい、腹パン美形です。これ1キロありますね。ね、2、300あるでしょうね、腹パン。さすが。今日すごいっすね。これいいな。すごいっすね。カメラ回ると。おかしいな。おめでとうございます。いや、さすがでございます。負けました。いやいや、何をしちゃいますか。ガリガリ君ご馳走させていただきます。まあ、もう一回戦やっちゃいますか。わかりました。はい。2回戦。じゃあ、今プラってことで。はい、今のはプラで。はい。早すぎですよこれから本気でね、お互い。わかりました。はい。やったやったねやったやったやりました。やりました。これは食ってますかね。食ってるよ。素晴らしい。いいゼロだね。また。よかったです。引き分けだ。いやいやいや、生井沢さんの勝ちですよ。これもサドンデスで泣きの1回やらせてもらっただけの話なんで、ありがとうございます。いやもう楽しかったです。とんでもないです。こういうね、競う、はい、そういうのにもこのヘラティっていうのはすごくこう魅力ある竿だと思うんで、ありがとうございます。もうそれも1キロあります。全然あります。2、300だね。はい、全然あります。ありがとうございました。今日金谷さん本当30キロで釣ったんじゃないの？釣ってないですよ。いやいや釣ってると思うよ。素晴らしい。生井沢さん、いやいや多分生井沢さんやばいです今日。ありがとうございます。渋いって言ってるのにめちゃくちゃ釣ってるから、さすがですよ。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは生井沢さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一日を通して、はい、大和新製品の、ヘラティ、使いましたけど、ざっくりとヘラティの感想を述べると、僕的な印象ですけど、やっぱりこうバランスもいいし、すごくこう硬い竿、継ぎ数が変わってやっぱり短いところと中弱とでちょっとこう引き味も変わってくるんですけど、ただどの尺、中弱短尺取っても、振り込みがすごいしやすいなと思ったんです。今回ね、そこも一つの、今回の竿の特徴なんで、だからね、こう朝ちょっとお話したように本当に個性が尺ごとに違うんで、多分そこ一番分かってもらえたのかなと。今回ね、一番こう今日一日の中で、金谷さんにヘラティらしい、部分を引き出してもらえたってところは多分一番最後の、2人で早掛けで、ああいうね楽しみ方っていうのがこのヘラティらしさ、勝ち負けっていうよりも、ヘラブナと競ったり仲間とこう楽しく競う、そんなヘラ竿になってもらえたらなっていうのが、僕の希望です。で今回ね、一応短いとこだったんで、逆にまたお時間取ってもらって、今度はね長尺というか18まであるんで、第2回戦やりましょう。ありがとうございます。各釣り具店さんで予約も開始しておりますので、ぜひお気になる方はお問い合わせしてみてください。まずはこの金谷町遊戯録を見てもらって、ね、そこでこう竿の良し悪しを一回ね、見てもらって、ぜひお店の方にお申し込みください。ありがとうございます。それではまたちょっと中長尺のバージョンも楽しみにしていただければと思います。じゃあ一日ありがとうございました。お疲れ様でした。